皆さんこんにちは、ケイミーのケミです。今日は都議会議員の森沢京子さんをゲストにお招きしています。これ実は3本目なので1本目と2本目はこちらからぜひご覧ください。では京子さん、またお着替えありがとうございます。素敵です。もう何をお召しになってもお綺麗。ありがとうございます。で、この3本目はちょっとお仕事と未来のことをお聞きしたいんですけど、議会をやはりされているっていうのはなんとなく都民も市民も認識してるんですけど、ずっとじゃないと聞いたことあるんですけど、大体365日、お仕事ってどんな風に回られてるんですか？そうですね。都議会の場合は年4回開かれるのが決まっていて、春夏春冬みたいな。そうですね。そんな感じですね。で、一番2月3月が一番長くって、それは来年度の予算を決めるっていう議会なので一番長いんですね。あとは臨時議会とか、今年の夏の場合やっぱりコロナの話もあったので臨時議会があったりとかっていう感じなんですね。で、やっていない時もその次の議会に向けての準備とか、その間に委員会、必ず一つの委員会にはみんな所属するので、その委員会の準備をしたりとか、あとは地域でいろんなお話を聞いたりとか、現場を見させていただいたりとか、そういうことを日々やっている感じですね。でもう本当に素朴に、やっぱり議員になるって、やっぱりまだもうちょっとイメージつきにくいんですけど、入られて一番大変だなって思われたことってどんなことですか？そうですね。普段私結構転職をしてるんですけど、転職してだいたい3ヶ月ぐらいでその会社になれるんですけど、政治議会は議員になってから1年はやっぱりどういう流れになっているのかっていうのがなかなかつかめなくって、なんですかね、会社だったら多分いろんな研修があったりとか教えてくれる人がいたりすると思うんですけど、議員の場合って基本的には自分で学び取っていくというか、やっていく中で覚えていくという感じなので、そこが慣れるまで時間がかかったっていうのはありますね。結構やっぱり日頃会われる方も変わっています。そうですね。議会だと議員同士っていうのもありますし、あとは地域だと本当に価値観、ビジネスだと割と価値観の似た人たちとやっぱり付き合うことが、会社内、社内外多くなると思うんですけど、政治活動の場合はいろんな価値観、いろんな立場の人たちとお話をするっていうのもあって、議会と地域とまた違った脳を使うというか、そういうところがありますね。確かに。そうすると京子さんが思われる向いてる方、政治家になろうのテーマに沿うとどんな人が向いてると思われますか？そうですね。好奇心があっていろんな立場の人のことを想像したり、あとは正義感みたいなところで、その何か課題があるっていうことを知った時にそこを何とかして解決しようとか、もっとより良い方向にしていこうみたいに思える人。でも割と女性ではやっぱりその社会に対していろいろ課題を感じている人も多いと思うので、向いてる人はすごく多いんじゃないかなって思います。なるほど。じゃあもう課題解決をするという。そうですね。なんか政治家ってなんとなくアピールしたりとか、前に出なきゃいけないみたいな、そんなイメージがあると思うんですけど、基本的にはその行政がやってることをチェックしたりとか、あるいはそのより良い方向を提案したりとかっていうことなので、見ているとそんなに私がじゃない人もたくさんいて、そうじゃなくてもできる。淡々とその課題解決に向けて動いていくっていう、政治家の方のお仕事のイメージってだいぶ具体的になったり変わってきたなってあるんですけど、もう一個だけ聞いてみたいのが、結構いろいろ言われるじゃないですか。それ会社員の時にはない経験だと思うんですけど、そういうのメンタルどんなふうに保たれてますか？そうですね。ネットとかでもやっぱりツイッターとかやってると、いろいろ、私はそこまで言われる方ではないとは思うんですけど、でも本当にご意見として何かを変えたいとか、これは変えなきゃいけないっていう問題提起については本当にそこはちゃんと聞くというか受け止めるっていうのはありますけど、それ以外のものは、ただの感想を言ってたりとか、その人の価値観で何かを判断しているっていうところはスルーをするというか、問題がある場合はもちろんちゃんと対応しなきゃいけないですけど、
そこはちょっと切り分けるのは必要かなって思ってます。そうですね。私も全然サイズ感とレベル感違うんですけど、やっぱり経営をやっていて、もともと起業して始めたので、経営職ってやったことなかったんですけど、やっぱり社内でどんどんメンバーが増えていくと、やっぱりいろんな意見が届けられるんですよね。それは望んでも望んでなくても。でも今みたいにだんだん最初はすごい一つ一つめっちゃ気になってたんですけど、やっぱり今はその聞くべき意見と、大抵のことは言われてるので、だんだんやっぱりその自分自身のメンタルも変わっていくなっていうのはなんか感じるんですよね。強くなるという言い方はすごく合ってるかどうかはわからないんですけど、あんまりなんか気にならなくなる部分もあるし、それ過去に聞いたなって言ったところで何も騒がなくなることもあれば、これはすごく大事だから行って聞いてみようって言ったところもあったりして、なんかそれはね起業家あるあるだとは思うんですよね。でもなんかそれはもう本当全然サイズ感違うので、でもやっぱりそこの力、見極める力というか、その粒というか、もちろん基本的には1対1で何か寄せられた時は話を聞くっていうのが前提ではあるんですけど、そこの見極めるで何が解決できるのか、私が何かできるものなのかどうかっていうところを本当にただ感想を言ってたりとかご意見を言ってるだけなのか、何か解決したいのかっていうところを見極めるのはすごく必要だなとは思います。そんな大変ななんか毎日の中でやっぱり人が情報を得るのってもちろんツイッターのご意見もあるけれども、ビジュアルもあるかなと思うんですけど、お洋服、せっかくケミのチャンネルなので、お洋服について何か気をつけられていることありますか？そうですね。なんか私もともと今まで4年間は新人という形で1期目という形でやってきて、今2期目ですもんね。そう7月に選挙で再選したので2期目になったんですけど、もともと会社員の延長、でも人の前に出て明るく見える白いジャケットを、着るようにしたりとかはしてたんですけど、少しやっぱり私若く見えるところもあるので、もう少し落ち着きとか威厳というほどではないんだけれども、やっぱりそういう信頼性につながるようなものっていう雰囲気を出したいな、醸し出したいなというふうに思ってた時にケイミーのお洋服に出会って、やっぱり着ることで自分に少しパワーをもらえるというか、自信が持てたりとか、その人前に出た時の落ち着きみたいなことを表現できるというか、なんかそんなのを感じて今います。ありがとうございます。なんかそう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど、やっぱりデザインする時にそこのポイントはすごく意識していて、やっぱりお家で一人ぼっちで着る服じゃないと思うんですよね。ケリーってやっぱり三角座りして体育座りで着る服じゃないので、やっぱり表に出た時に人の目がある時にどう表現するかっていったところ、色合いとか、あとはやっぱりいろいろ動きをされる中での楽さっていうのと、やっぱり議員の先生でもやっぱりご自身で選択されることが多いと思うので、やっぱりそこの時短っていったところで、全部お家で洗えるっていったところは、なんかすごくイメージしているのでとても嬉しいですね。そうですね。今おっしゃってた表現するってやっぱり大事だなと思っていて、ある程度やっぱり自分の今やっていることとお洋服を合わせていくというか、そこをうまく表現するっていうのは大事だなって今改めて思いました。なんかやっぱり365日やっぱり表現することありますもんね。いろいろ場所によってお呼ばれしてる席によってね。であんまり派手になってもいけないし、そのふさわしい TPO というか、そういう意味でもすごくいろんなバリエーションもあるし、私は着ると本当になんかジャケットの作りとかもすごくしっかりしてるけど動きやすいので、なんかパワーをもらえるとかエンパワーメントされるような感じを今受けてます。ありがとうございます。京子さんの次のビジョン、次のというか、私は京子さんの人生でどんな風なビジョンを描かれてるか聞いてみたいんですけど。そうですね。今回最初におっしゃっていただいた、やっぱりその女性にとって政治家を一つのキャリアの選択肢の一つにするっていうのはすごく私も続けていきたいというか、身近に感じてもらって、少し一人でも一歩踏み出してくれる人が増えればいいなと思っているのが一つあります。
楽しみですね、はい、もう将来本当に楽しみです、はい、ありがとうございます。今日はやっぱり女性のキャリアの中の一つにやりたいこと変えたいことがあったら政治家になっていくっていうことがちょっとでもこうイメージ私はすごくできたりしたんですけど、いいなと思うんですけど、今後このムービー見られて、京子さんにそういった意味でどうやって立候補したらいいですかって相談も受け付けてもらえますか？もちろんです。なんか会社とかに入るときって OB の人の話聞いたりとか、そこにいる社員さんの話とか聞いたりとか、いろいろサイトで調べたりとかあるんですけど、なかなかこう政治ってそういうチャンスも少ないとは思うんですけど、ぜひお声掛けいただいて真のこんなリアルをお話ししたいなと思います。そうですね、はい、面白い、ありがとうございます。ぜひなんか複数集まればなんか座談会でやってみたいですね、はい、私もいるかもしれません。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本当にとっても楽しく、政治家になろうが身近になりました。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。都議会議員の森澤京子さんをお招きして今日はお話を伺いました。皆さんまた感想やコメントもお寄せください。ありがとうございました。